ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道について解説しているよ。今回はフィリピンの鉄道についての解説動画だ。東南アジアの中で最も日本に近い国、フィリピンは大小様々な島からなる島国だが、現在鉄道が存在するのは首都マニラが位置するルソン島のみだ。しかも、路線のほとんどは首都マニラの周辺に位置しているぜ。鉄道が発達している国ではないのね。フィリピンの鉄道には在来の鉄道であるフィリピン国鉄とマニラの都市鉄道がある。まずはフィリピン国鉄について見ていこう。フィリピン国鉄はその名の通り国営鉄道でありフィリピンの在来線を運営する。略称は JNR のフィリピン版、PNR なんだね。フィリピンの鉄道の歴史はスペイン植民地時代の1890年代にまで遡り、1940年代にはマニラのターミナルツプバンを起点にルソン島の南北に広がる路線網が整備されたが、第二次大戦後はモータリゼーションや台風の被害によりほとんどの区間が廃線となる。現在列車が運行されているのはマニラ首都圏とビコール地方の一部区間のみだ。運行本数もかなり少ない。マニラのターミナル、ツプバンと南線のアラバンの間は1時間に1本程度列車が運行されているが、北線に乗り入れる列車やアラバン以沿、ビコール地方の列車は1日1から2往復程度しかない。保線状況があまり良くない上に線路上に立ち入る人が多いためあまり速度は出せず、ツプバン、アラバン間は 30km 程度しかないにもかかわらず所要時間は1時間近くかかるぜ。フィリピンの保線状況はなかなか過酷そうだね。フィリピン国鉄の機関は JR 在来線と同じ線67ミリ。路線は全て非電化で、マニラ都心部の一部区間のみ複線化されているぜ。日本の在来線車両がそのまま走れる規格なんだね。そうだな。実際、フィリピン国鉄では日本から譲渡された中古車両も活躍しているぜ。ここからはフィリピン国鉄の車両を見ていこう。まずは203系、元常磐線の国鉄型通勤電車だ。常磐線からは2011年に引退した後、5編成50両がインドネシアに、そして4編成40両がフィリピン国鉄に譲渡されたぜ。あれ、フィリピン国鉄は非電化だから電車の203系は走れないんじゃないの？その通り、フィリピン国鉄は非電化なので、203系のモーターを動かすことはできない。その代わり、ディーゼル機関車で牽引することで203系を運行しているんだぜ。203系はもはや自前のモーターでは動かない、客車になったんだね。それにしても、塗装がグレー一色になっていることに驚いたわ。まるで未完成のプラモデルみたいだね。そうだな。203系は現在、旧塗装から新塗装に変更中で、現在のグレーは下塗り塗装のようだ。グレー塗装の前の旧塗装は紺色にピンクの帯を巻いた塗装であり、一部編成は旧塗装のままで運行されているぜ。旧塗装もなかなかかっこいいね。先頭部に目を向けると、連結機が変更されている、ライトが使われなくなっているなど日本時代とは異なる点が見られるが、運転台上部は JR 時代、さらには国鉄時代そのままだ。我孫子行きの表示で走っている編成や懐かしの国鉄マークを残した編成があるぜ。民営化時に国鉄マークは JR マークに変更されたはずだけど、塗装変更の時に下から古いマークが現れたのかな。203系はもともと10両編成だが、フィリピンに譲渡後5両編成に再編されている。先頭車の向きは揃えられており、ツプバン側が中間車、アラバン側が先頭車だぜ。中間車が露出して走行している様子は違和感があるね。夜の203系はまるで幽霊列車。乗車すると霊界に連れて行かれそうな雰囲気があるぜ。一方で車内の様子は日本時代からあまり変わっていない。蛍光灯の数が減らされているためやや薄暗いが、掃除は行き届いている。冷房についてはインドネシア製の新しいものに取り替えられたためエアコンの効きは十分だ。窓ガラスが傷だらけなのが気になるが、ドアも故障していないぜ。フィリピン国鉄は非電化でガ線がないから電気を取り入れられないはずだけど、どうして冷房や自動ドアが動いているのかな？その秘密は先頭部分に隠されている。先頭車の前3分の1を壁で区切って発電機を設置しているのだ。この部分は換気のためドアが開けっぱなしで窓も金網となっている。新たに取り付けられた発電機部分と客室を隔てる壁は客室側から見るとかなり違和感があるぜ。面白い改造だね。改造といえば、かつては透析対策のため窓に金網を張られ、ドア窓は鉄板で塞がれた物々しい外見となっていたが、現在は取り外されているぜ。203系についてはこちらの動画でより詳しく解説しているから、興味が湧いた人は見てみてね。203系を牽引するディーゼル機関車は米国ジェネラルエレクトリック製の900型。1970年代に製造された古い車両だぜ。米国でよく見られる前後非対称のごつい機関車、いわゆるアメロコの一種だね。900型は何度か更新が行われながら長きにわたり活躍している。数年前には塗装が暗い紺色から明るいオレンジ色に変更され外見もリフレッシュしたぜ。
客車列車にはアメロコと203系の組み合わせの他にインドネシア製の新型が存在する。ディーゼル機関車と3扉の客車は両方インドネシアの引火製だぜ。インドネシアは機関車も客車も製造できるんだね。ディーゼル機関車はインドネシア初の国産機関車、CC300 の輸出版である PNR9000 型だ。9000型は熱帯雨林気候のインドネシアで開発されただけあって、線路の冠水に強い設計になっているという。客車も引火製の8300型。3扉5両編成で運行される。同じ引火製の機動車、8100型の中間車に準じた設計だ。引火製の客車列車は2020年に3編成が導入された。203系と同じく、南線のマニラ近郊区間や、やや郊外のカランバ、サンパブロ間で運行されているぜ。引火車製の車両は他にも存在する。引火車製の機動車、8000型、8100型は PNR の主力車両だ。この2形式の設計はほとんど同じだが、8000型は3両編成、8100型は4両編成である。8000型は2019年に2編成、8100型は2019から2020年に4編成が導入されたぜ。インドネシアは機動車も製造できるんだね。エンジンについては米国カミンズ製だが、車体や冷房機器など大部分はインドネシア製だ。インドネシアでは8100型とよく似た引火製の機動車が多数走っており、地方路線や空港アクセス路線で活躍しているぜ。同じ前面デザインの車両がいるんだね。側面はこんな感じ。インドネシア版は2ドアだが、フィリピン版は通勤輸送に適した3ドア車だぜ。3ドア4両の通勤型機動車。日本では見られないタイプの車両なんだね。車内はこんな感じ。通勤型車両であり、座席はプラスチックのロングシートだ。混雑する路線のため、吊り革やポールが多数設置されている。天井には LED の案内板も設置されており、次の停車駅を表示できるぜ。次はヒュンダイロテム DMU。韓国のヒュンダイロテム製の機動車だ。数字の形式名はない。2009年に6編成が導入されたが、事故や故障により次々に運用離脱し、現在生き残っているのは1編成または2編成のみだ。半分以上が十数年も持たずに廃車とは。フィリピンの路線環境は過酷なんだね。ヒュンダイロテム製 DMU は2扉3両編成だ。車内はこんな感じ。引火製機動車と同じくオレンジのプラスチック製ロングシートだぜ。ヒュンダイロテム製 DMU の外見は何度も変更されている。登場時のステンレスを活かした塗装からネイビーブルーとピンク帯の旧塗装となり、そこから側面のみ山手線 E235 風の謎の塗装となった。なんともちぐはぐな塗装だね。現在は引火製の機動車や客車と同じ、白色を基調とした PNR の標準塗装をまとっているぜ。引火製、ヒュンダイロテム製機動車は203系などの客車列車とは異なり北線に乗り入れる運用にも入る。北線に機動車しか入らないのは終点のガバナーパスキュアル駅には木回しのための側線がなく客車列車は折り返せないからだぜ。次は、キハ350型。元関東鉄道の機動車だ。かつては白系の塗装に変更された上で北線で使用されていたが、現在はビコール地方のシポコット、長間でディーゼル機関車に牽引される形で運行されているぜ。キハ350も客車化されてしまったのね。他には、もともと東北地方のジョイフルトレインであるキハ59小金もフィリピンに譲渡されており、臨時列車として運行されることがある。かつての譲渡車両としては、2019年頃までキハ52が北線などで運行されていた。塗装は日本時代のままで、外見はボロボロになりながらも車内は比較的綺麗な状態であった。さらに昔には元ブルートレインの12、14系客車がつつ版、長間の夜行列車で運行されていた。現在はつつ版、長間の夜行列車自体が廃止になっており、引退している。つつ版駅前の広場の隅では緑色に塗装された12系客車を見ることができるぜ。以上がフィリピン国鉄、PNR についての解説だ。次はマニラの都市鉄道を紹介するぜ。マニラには LRT1、LRT2、MRT3 という3路線の都市鉄道が走っている。都市鉄道の運営母体はマニラ LRT とフィリピン運輸省の2つがあり、LRT1 と LRT2 はマニラ LRT、MRT3 は運輸省によって運営されている。3路線しかないのに、ややこしいね。さらにややこしいことに、LRT1 と MRT3 の車両は比較的小型で、LRT2 のみ5ドアの23メートル級大型車両と、LRT、MRT の名称と運行形態は一致していないぜ。表にまとめるとこんな感じだね。路線図を見ると、LRT1 と MRT3 の北側終点がギリギリ接続していなかったり、LRT1 があとちょっとのところで空港まで届いていなかったりと、未完成感がある。また、路線カラーと車両の色は見事に一致しないので注意が必要だぜ。それぞれの路線を詳しく見ていこう。LRT1 は1984年に開業した最も古い路線だ。
東南アジアの中でも最も長い歴史を持つ都市鉄道の一つだぜ。東南アジアの代表的な都市鉄道であるシンガポール MRT が開業したのは1987年だから、フィリピンはシンガポールよりも先に近代的な都市鉄道を開業させていたことになるね。LRT-1 はマニラの海岸沿いを南北に貫く高架鉄道だ。機関は標準機で、比較的小型の車両で運行されている。車両は第1世代から第4世代までの4形式がある。LRT-1 がベルギーの援助で建設されたことから、第1世代車両の1000型はベルギーの BN 製だ。3両の連接車体を1ユニットとし、通常3ユニットで運行されるぜ。1999年に登場した第2世代1100型は韓国のヒュンダイ成功製。部品供給の問題などで運用離脱が相次ぎ、現在運用に入ることは稀だぜ。2007年に登場した第3世代、1200型は日車、金車製だ。2両の連接車体を4ユニット連結した8両編成で輸送力が強化されている。12編成が導入された1200型は現在の LRT-1 の主力車両だ。日本製だけど日本では見かけないデザインの車両だね。車体全体に広告ラッピングが施されている編成が多く、黄色いラインを活かしたラッピングはなかなかかっこいい。そして、2022年にはスペイン、カフ製の第4世代車両も登場しているぜ。次は LRT-2。東西方向に伸びる路線だ。他の路線と同じく高架の鉄道であるが、日本の通勤型車両より大型の23メートル級車両で運行される。LRT-1 はいわゆるライトレールだけど、LRT-2 は普通の規格の鉄道みたいだね。使用車両はヒュンダイロテム製、5扉4両編成の列車だ。外見は同世代の韓国の通勤型車両とよく似ている。車体は韓国製だが、電気機器については東芝製が採用されているぜ。日本製の部品が使われているんだね。標準塗装はステンレス車体に黄色と紫の帯を巻いたものだが、広告ラッピングの編成も多いぜ。MRT-3 は江戸佐通りに沿ってマニラの内陸側を南北方向に走る路線だ。沿線はマニラの中でも発展したビジネス街であり、利用客が多い。しかし、MRT という名称の割に車両は小型で輸送力が小さく、慢性的な混雑に悩まされているぜ。LRT-1 と似た規格の路線だね。使用車両はチェコの CKD タトラ製3000型。3両の連接車体を3ユニットつなげた編成で運行されている。CKD タトラは東欧の都市では一般的なタトラカーと呼ばれる路面電車のメーカーとして有名だが、アジアでの採用例は珍しいぜ。1999年製造と比較的古い車両であり、近年更新が行われているぜ。ちなみに、MRT-3 の車両には第2世代の中国製車両3100型もあるが、故障等の問題が相次ぎ、新しい車両にもかかわらずほとんど運用に入っていないぜ。LRT-1 の第2世代といい、フィリピンには旧車中の形式が多いね。フィリピン国鉄の韓国製機動車も10年も経ずに半数以上が引退してしまったし、フィリピンは鉄道車両の保守整備に課題が多いと言えるぜ。車両の保守整備の他にも問題は多い。特に気になるのはフィリピン国鉄の事故の多さだ。路線も運行本数も少ないにもかかわらず頻繁に重大事故が起き、事故廃車が発生している。事故の原因は明らか。線路上の障害物の多さである。フィリピン国鉄の線路は住民の生活空間の一部になっており、人や動物はもちろん、車も線路に侵入してくる。中でも有名なのが、地元住民が線路上に竹製の車両を乗せて人力で運行するトロリー。トロリーは南線の広範囲で運行されている。地元住民の貴重な移動手段であり生活の手段でもあることからフィリピン国鉄側が黙認している状況だ。これらの障害物を避けるため、列車は汽笛を鳴らしながら低速で走行することを余儀なくされているぜ。人一人が線路に侵入しただけで大騒ぎになる日本とは全く違う状況だね。ちなみに、つい最近の2023年4月にも203系とアメロコの脱線事故が発生している。現時点で事故原因は特定されていないが、過去の脱線事例と同じく線路部品の盗難が原因との説もあるぜ。いろいろな意味でフィリピンの路線環境は過酷だね。しかし、フィリピンの鉄道事情は今後数年で劇的に変化する予定だ。ここからはフィリピンの鉄道の未来を見ていこう。マニラでは新路線の建設が進行中だ。南北通勤鉄道、NSCR は現在の PNR 北線、南線に被るルートで建設される路線だ。ツプバン、マロロス間の38キロではかなり建設が進んでおり、最終的にはツプバンを起点に北はクラークシティ、南はカランバまで伸びる147キロの路線となる予定だ。NSCR は標準機、架線電化方式の高架鉄道、通常の通勤列車に加え最高時速160キロに達するクラーク空港アクセス列車の運行も予定されている。
NSCR の建設には日本企業も関わっており、使用車両は日本製、総合車両製作所製 EM1 万型8両編成11本が導入予定であり、製造はすでに始まっている。JR 東日本の通勤型車両によく似た車両だね。そうだな。EM1 万型は E233 系をベースに設計されているぜ。JR 東日本の通勤列車によく似た車両がマニラを走るのが楽しみだね。NSCR の建設に関連して、2023年2月には衝撃的なニュースが流れた。NSCR の建設を加速させるため、同じルートを走る現在の PNR 北線、南線は2023年5月頃より最大5年の間運行が停止されるというのである。今のところ続報はないので実際に運行が停止されるのかまだわからないが、そう遠くない未来にマニラ近郊を走る203系は見られなくなるのかもしれないぜ。今も大勢の乗客がいる中で5月に突然運行停止というのは信じがたいけれど、変化の激しいフィリピンではありえない話ではないわね。NSCR 以外にもマニラには新路線の建設計画が複数ある。中でも建設が進んでいるのが MRT7。MRT3 のノースアベニューから北東に伸びる22キロの路線だ。MRT7 は標準機第3機乗方式の通勤路線で、車両規格は4ドア22メートルの通勤型車両だ。ヒュンダイロテム製の車両はすでに完成しており、2025年に開業予定だぜ。現状、マニラは人口規模に対して交通インフラが貧弱だけど、今後は改善されていきそうだね。今回の解説はここまで、日本からも比較的近く、個性的な車両が走るフィリピンの鉄道にぜひ乗りに行ってほしいぜ。新路線の開業が楽しみな一方、フィリピン国鉄は近々運行を終了する可能性もあるから、早めに乗りに行きたいところだね。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。